今回短距離においてどうなるかというところをお話しさせていただいていただきましょう。頑張らしこではい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ポイティ村上です。はい、さあですね、今回ですね、シューズの紹介が連日続いておりますけど、今回も新しいシューズを短距離目線で見たらどうなのかっていうのをですね、発信させていただきたいと思います。今日のシューズはこちら、ででん、アリゼロ SL でございます。こちらもね、最近新しくリニューアルされましたアリゼロ SL です。こちらの簡単な機能紹介を含めて、前作と比較して、短距離目線などどうなるかというところをですね、発信していきたいと思います。それでは早速本題いってみましょう。レッツスタート。はい、それではこちらのアリゼロ SL、そもそも SL って何ぞやと、気になる方いらっしゃると思いますので紹介したいと思います。アリゼロ SL っていうのは1972年にですね、当時アディダスの、最高の技術をふんだんに使った最高峰のシューズとして出たのがアリゼロ SL で、 SL っていうのはアリゼロスーパーライトという意味でございます。最高のクッション性、最高のメッシュを採用した、最高のシューズだったわけでございます。今はですね、アリゼロアディオスプロが出て、そちらが、トップモデルとなっています。でこちらのアリゼロ SL、 今どういった立ち位置なのかという話なんですけど、長距離目線で他の YouTuber がお話ししていただけると思うんですけど、ざくっと言えばデイリートレーナー、長距離選手の毎日の練習だったりジョグだったり足の負担を減らすためのトレーニングだったり使われるように、発売されたのが今のアリゼロ SL です。過去に SL20 っていう名前でね、2020年に発売した記念のモデルがありました。でそこからなんとアリゼロ SL という名前に変えてアリゼロシリーズの仲間に加わったのがこのシューズでございます。当時はやっぱりミッドソールにふんだんなライトストライク EVA を使って硬さのあるね EVA と軽量、使いやすいシューズとして発売されましたが、今回かなりガラッとリニューアルされて、もう簡単に説明していきたいと思います。じゃあまず、短距離目線でお話しする前にアリゼロ SL 今回どう変わったのかサクッとお話ししたいと思います。はい、アッパーが変わりました。前作のサンドウィッチライトメッシュから今回こちらのエンジニアードモノメッシュという、軽量のねメッシュになりました。で気になるこのミッドソールはライトストライクプロを前足部からかかとまでね採用しています。前作はね前足部だけでした。で今回、重量も変わっております。 27.5 センチ 244g 8g の軽量化、持ってみるとやっぱり軽いです。でアウトソールは変わっておりません。アディダスの、コンチネンタルは使わずにアディダスが作っている、ラバーを採用しているわけでございます。アウトソールの形状もねミッドフットも使えるようにかかとから前足までこう一列にねレールのように並んでいる非常に走りやすい配置となっております。こういうアウトソールでナイキがよく使うんですよね。ガイダンスラインって言って着地どこからしても前足部に流れるような、ラインになっております。で溝が横に入っているのは屈曲しやすいようにですね曲がりやすいように、工夫されているのが特徴でございます。まとめると大きく変わったのがライトストライクプロがかかとから前足までふんだんに使われていると。でアッパーメースのさらに軽量化が大きな変更ポイントで、ドロップもですね変わってます。前作の SL はですね 8.5mm、 今作が 10mm とドロップが少し高くなっております。これも短距離において影響すると思いますが、こちらもお話しさせていただきたいと思います。機能紹介変更点は以上になります。はい、それでは機能紹介終わりましたので、前作と比較しながら今作どうなるかお話ししたいと思います。個人的に前作の SL はミッドソールの硬さが良くて安定性に優れ、反発もレスポンスが速くて非常に好みの感覚のシューです。今回 SL2 に変わりまして、ライトストライクプロがかかとから前足部に入り、ドロップが 1.5mm 増したことによってちょっと長距離寄りになったような印象を受けます。短距離にちょっと履きやすかったシューズが長距離っぽくなっちゃったのはちょっと残念かなと思うんですけれども、短距離においては厚くなって柔らかくなるということは、流しとかスプリントっていうよりもちょっとバウンディングとかドリルトレーニングの方に使いやすいのかなというシューズに生まれ変わった僕は印象です。もちろんかかとからつま先までライトストライクプロが入ることで跳ね返る強さだったりライトストライクプロを潰す感覚を養うことはできます。ただ個人的に思うのが、短距離目線で話すとアリゼロ SL2 を
メインのシューズで使うよりかは、どっちかというと今作はセカンドシューズかなといった印象でございます。なぜならアリゼロジャパン匠線があるから、そっちがどっちかというとメインで使いやすいのかなと、個人的に使ってみた印象でした。ですので、前作の SL、こちら非常にバランスが優れて短距離も使いやすいシューズでした。本作になってはどっちかというとメインっていうよりはセカンドシューズの方に近いのかなといった印象でございます。はい、現場でも前作の SL 硬くてよかったなと、短距離は力入れた瞬間にしっかり止まるようなシューズを好む方は SL がバチッとハマる方がいらっしゃいました。今回履いてみてやっぱちょっとソフトに皆さん感じられると思います。長距離はねめちゃくちゃ爆発的に売れてて、今回軽くなってソフトで日常のランニングに使いやすいし、朝練とかでも使いやすくなっているので、長距離は非常に好みの硬さになっていると思います。ですので短距離選手もちょっと足のダメージ減らしたいなと、もう少し柔らかいのが良かったんだよね、でも柔らかすぎるのも苦手といった方においては今作のモデルチェンジは非常に嬉しいモデルチェンジとなっております。プライム SP2、3も出ましたし、ライトストライクプロ通常の練習でいつでも感覚として踏めるっていうこの2足使いっていうのが非常にアディダスのスパイクを使う選手においては使いやすいシューズとなっています。新しく生まれ変わったシューズっていうのは短距離においては万能になるがゆえに使うところが中途半端になっちゃう。むしろアリゼロベコジみたいなああいう尖ったシューズがであるとここでパチッと使えるとか、逆に言うとウェーブ DL プロとかね、ここまで尖るとちょっとあれですけど、使い方をもうここに限定されるような本当にハマるようなシューズの方が短距離のモデルチェンジにおいては嬉しいのかなと思います。はい、それではですね、セカンドシューズで使うならどういったシーンで使うのかといった、おすすめシーンなんですけども、今まで流れを見ていただいたお客様はわかると思うんですけども、ネオビスタ、ペガサスのようなクッションシューズ、よりソフトで柔らかいシューズをセカンドシューズで使うにおいては、アップのジョグ、最後のダウン、あとはスプリントトレーニング以外の、ドリル、マーク走、ハードルドリル、といったシーンで、使うことがおすすめでございます。で、今回こちらはですね、僕非常に跳躍選手におすすめしたいなと思います。なんでかというと、アウトソールが全面にフラットになっておりまして、ビルトトレーナーよりね、バチンとつくことができる。でも、硬さがそこまでない柔らかいクッショニングがあるので、バウンディングでがっつり力を込めて踏み込んだとしても、かなり衝撃吸収力が強いシューズになっていますので、安心して跳躍系のトレーニングをしやすいかなと思います。なので今回短距離じゃなくて跳躍選手にも非常におすすめしたいアップシューズの一足として生まれ変わっております。アリゼロ SL2。 はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回新しく生まれ変わりましたアリゼロ SL2 を短距離目線でどうなのかというのをお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、シューズもね1年に1回モデルチェンジがありますし、こうやってね新しく変わると素材が変わったり、アッパーのメッシュが変わったり、なんならもう全部フルモデルチェンジしたりと、前使ってたやつが良かったのに今回変わっちゃって全然違うよっていう声もね現場でよく聞きます。ですのでこうやって新しく生まれ変わったシューズも短距離目線で話すのは非常に僕はね大事だと思っています。スパイクはね変われば感覚もめっちゃ変わるしタイムに直結しますが、日々の練習で感覚を養うのはもちろん大事ですので、こうやって新しく変わったら、いや僕使ってたのにな、今回生まれ変わってまた新しいのを買った方がいいのかなって迷う方いっぱいいらっしゃると思いますので、非常に参考になる動画に、なればいいと思います。ウィンドウスプリントやレーシングスターのような大きく変わらないシューズももちろんありますし、こんな風にネオビスタ、ペガサス 41、SL2 みたいに大きく変わるシューズもありますので、アップシューズにおいても皆様に有益な情報を発信できればと思います。はい、それでは今回の動画につきまして評価、コメント、チャンネル登録でよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録ねしてる方、ステップチューブを見ている、お客様で実はチャンネル登録してないのが7割、してない方7割いるんですね。はい、3割登録してる方がいらっしゃる。この7割の方がねチャンネル登録していただくとですね、このホワイティやグルービーのような熱い思いの情報発信がですね、もうちょっと世界に全国に広がるので、靴選びで困っている方にちょっとでも届ければいいと思いますので、皆さんぜひねチャンネル登録、ちょっとなんなら常に評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら、また次回よー。よいしょ。